こんにちは、ナナです。ケンさんもいつもご覧いただいている皆様、ナナちゃんゲーム始まるよ。はい、今回のナナちゃんゲームは、シーズン3開始後のみんなが本気で迷うこちら。人狼吸血鬼どっちがいい論争勃発。はい。みんなどれがいいのか本気で迷うランキング上位にずっとランクインしてる概要を本題は取り上げたいと思います。シーズン3の突入してない人も一緒に参考にしていただけたらと思います。それでは本日もよろしくお願いいたします。まずはこちら、画面右上のアイコンの中にある赤い球体、丸いアイコンの黄昏の戦いに選択していただくと、このようにシーズン3の各ミッションが掲載されているセクションが表示されます。ここにあるこちらを選択していただくと、今回取り上げる人狼がいいの？吸血鬼がいいの？という選択にたどり着きます。踊る種類を選択したら何が起こるのか、何になるのかから始めたいと思います。最後に私個人もお話ししたいと思います。人狼から始めます。まずはじめに人狼を選択した場合はこんな感じです。陣営紹介にある通り、爪が暗闇を切り裂き、荒野を駆け抜けて討伐の速度を上げ、仲間と共に訓練を加速し、純粋な力で全てを粉砕する。どういうこと？いや、中二全開の言い回し。なんだろうね、これね。すごいね。もうほんと中二病を発症してるよね。わかりやすく私が翻訳と思ったけど、スルーして受け取れるバフを一つずつ説明します。最初のバフはこちら。人狼の力。これは英雄の攻撃力が 5% アップします。次。荒野急行、ダメージが 5% 増加します。急行のイメージだと世界マップの移動速度かって思ったけど、急行どこ行ったのね。はい、次。鋭い爪。毎日世界マップの守衛撃破で戦利品追加と世界マップの守衛と軍団ボスと黄昏のカラスに対して 5% ダメージアップ。はい、次、先祖の試練。これは試練のミッションが解放されて、簡単に言うとデイリーミッションが一つ増えるイメージです。まずはですね、試練についてはこちらですね。これはね、ここの画面のこれですね、先祖の試練、ここに入ります。そうするとこの画面になって、こちらはですね、概要とかスケジュールとか報酬っていう説明があります。今回はですね、ざっと簡単に進めるだけなので、細かくはお話ししないんですけれど、多分ね、見ていただくと、これで、こういうことね、みたいなのがすぐわかります。じゃあ、実際入ってみましょう。これです。ね。わかった？みんな。わかる？思い出した？はい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 。これのことでって絶対思ったと思うんだけど、そう、みんなで倒すっていう、こういうデイリーミッションというような感じですかね。ただ、このデイリーミッションも短期間で終わらせた方が実は良くて、そう、ある程度まで行くと、もう上げらんないよ、ボスのフェーズなんてって思うんですけど、これはね、短期間で終わらせるイメージでいた方がいいと思います。そう、ここのアイテムをダイヤで購入して、回数を増やして、早く終わらせることも可能なので、ダイヤいっぱい持ってる人は挑戦してみてください。こんな感じが試練ということになってます。これは吸血鬼の方なんですけど、人狼の方も同じようにミッションとして組み込まれてますので、ぜひポイントをたくさん獲得して試練に入れるようにしましょう。次、仲間収集。兵士の訓練速度 20% アップ。最後は絆の力。これはね、後ほどお話しします。それでは吸血鬼の方をお伝えします。こちらの陣営紹介。気をちぎりとし、こっちも中二病全開かい。いや、嫌いではないけど。はい。若干は当たりやすいニュアンスでなんとなく理解できると思うけれども、給仕はスルーなのよ。はい、進めます。血族の力。これは、英雄のヒットポイントが 5% アップ。次、血の階層。英雄の吸血が 15% アップ。次、月の生贄。これは人狼と同じ守衛から戦利品をもらえますが、違うところは世界マップの PVP でヒットポイントが 15% アップします。次、先祖の試練。こちらは人狼と同じです。次、
接続の知識。これは研究速度が 20% アップします。絆の力です。はい。そしたらですね、人狼と同じですが、この恩恵は分かりやすく言うと、人狼と吸血鬼の両方とも王国名声をクリアポイントに達した場合ですね、両方のボーナス、つまり人狼と吸血鬼のバフの恩恵が受けられるってことですね。そうなると、今度はどっちを先にしたらいいのってなるよね。ご安心ください。順番があります。どっちの順番がいいかをお話しする前に、ポイント獲得についてお話しします。人狼と吸血鬼のバフを獲得するためには、名声ポイントを獲得する必要があります。名声には2つあります。1つ目は個人の名声、2つ目は王国の名声です。1つ目の個人の名声は、人狼か吸血鬼を選択した後に解放される人影クエストがあります。もうクエストミッションはデイリーミッションなので毎日リセットされます。そうなんです。デイリーミッションが増えます。やることが増えるんですね。そして2つ目の名声の王国名声は、気づいた方もいると思うんですけど、そうなんです。個人の名声のサーバーユーザーのトータルポイントなんです。正確に言うと、人狼グループと吸血鬼グループのトータルポイントなんです。はい。ここで、先ほどの話に戻ります。じゃあ、人狼と吸血鬼は、どっちを先に選んだらいいのってことなんですが、答えは簡単です。吸血鬼を選んでクリアした後に、人狼に切り替えて、人狼をクリアさせる。です。はい、選んだ順番の理由としては、人狼と吸血鬼のバフを比較した時に、吸血鬼の研究速度が 20% アップを先に獲得した方が、研究の方が基本的に強くなりやすいからです。ただし、いや違うな。ただ、全員が吸血鬼にしなくてもいいんです。なぜなら、恩恵のバフをクリアした後で、吸血鬼の陣営を人狼に切り替えるんですけど、その時にある程度ポイントを獲得してる人たちがいないと、切り替えた後にゼロに近い状態でスタートし直すみたいな感じになると、もうね、んだっていうね、気持ちがね、半端ないです。それではまとめます。今回の動画はシーズン3から始まる陣営システムの人狼がいいの？吸血鬼がいいの？どっちがいいの？について私の考えとしてだけど、吸血鬼を先に選んでポイントクリア後に人狼に切り替えてクリアするといいよってお話でした。はい、人狼か吸血鬼か参考になったでしょうか？皆様のお役に立てたら幸いです。いやー、私と同じことを思った人はいると思いますが、人狼と吸血鬼とっちがいいかろうそうまさかの両方なんかーいって思った人もいるよね。いや、なんかね、私もね、その気持ちはわかります。どちらか一方でやるしかないと思わせる感じというか、そんな印象だもんね。本当に。わかるよ、その気持ち。でもね、インターバルはあるけど、いつでも切り替え可能ですって記載されてることとか、最終的には両方の恩恵が受けられるよって記載があったりとか、分かってしまえば分かる話なんだけど、普通にゲームを遊んでたら気づきづらいよね。このゲームの運営会社というか、制作陣の絶対なんかあるよねって思いましょう、本当に。制作陣の中にね、めっちゃ意地悪な人何人か本気でいるからね。いる、絶対いる。本当にね、疑うことから始めるゲームってなかなかないよね。本当にね、何回何十回何百回数えきれないほど、私たちに後で気づかせて、うわ、そういうことかよ。これ積んでんじゃんって思わせるのが、どんだけうまいのかね。ねえ。はい。ではでは、本日も最後までお話をお付き合いいただきまして、ありがとうございました。それでは、元国王のナナでした。バイバイ。